皆さんどうもこんにちは、しおりです。はい、ついに向かっておりますよ。福岡は博多。アナのスーパーセールみたいなのやってたじゃん。あれみんなどうせ殺到するから買えないかなって思っていたら、まさかの博多駅が買えてさ、もう最高だよね。ということで、実質片道7000円、博多うまいもん食いだろあれへんが始まります。今ホテルがある中洲川端に着いたんですけど、もうこの駅のホームですら美味しい匂いを感じる。楽しみ。今回は博多に2泊しようと思ってるんだけど、とりあえず天神と中洲の中間あたりのビジホに泊まりました。ここすごい良かったからね、時間あったら次回にでも紹介しましょうかね。今から太宰府八幡宮行きます。すいません、太宰府八幡宮行きたいんですけど、はい、こっちで、すっごいガラガラだ。あ、ジョイフルがある。ジョイフル、はじめまして。行ってみたいな。スケジュール的には1日目はやっぱり博多といえばって感じで、屋台はしごで、2日目は普通にお店屋さんではしごって感じでイメージしていただければと思うんですが、まだまだ早いのでとりあえず観光ですね。観光なんていいからっていうせっかちさんはこちらの秒数までお飛びください。で面白いおかしい話なんですけど、この首の丸いの、これね、置き針ってのをリンパのところに貼ってるんですけど、前から見えないしいっかと思って貼りっぱなしだったならば、下からアングルだとガン見えなんですね。以後お仕置きをください。食べ歩きとかもできそう。まずはご挨拶ね。もうすでに美しくもいろいろな疑惑がはびこる参道でございますが、太宰府天満宮っていうのは学問の神様で有名らしいですね。でもこんな私の頭の分際で神頼みなんて失礼な話ので、普通にお礼をしてきた。かっこいいのにこれで待って、まさかのダミーではなかろうか。あらら、あれ、これがそうなんだ。本当はここでチャリーンってやるんだけど工事中でしたね。こういう神社とかお寺には殺伐とした方がいないのがいいよね。かわいい。あれよあれよといつの間にか山登りをしております。なんか奥にもまだ神社があるっぽくて、でも全然人いないんだよね。人いないんですけど、とりあえず突き進んでる。おっと、分かれ道だ。前の人についていくを選択。わあ、楽しいね。いやーめっちゃ急すぎ。これからたくさん食べるから、その前の運動。ゴーゴー。じゃじゃーん。ダダダン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 ダダダダン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 。
なんかすごいぞ。うわー、お邪魔します。梅ヶ谷餅食べる。いやはやこの素敵な小上がりで初の梅ヶ谷餅と甘酒いただいてるんですけども、もうこれね、私そもそも和菓子が大好きなので、お餅の中にあんこっていうだけでもたまりません。また甘酒とセットっていうのがね、ずるいですよね。こんな小上がりでさ、風を感じて春爛漫といったところでしょうか。はい、思わぬ腸活をここでさせていただき、これからのはしご酒に備えるのでした。さあ行くぞ。というわけでお待たせいたしました。今からひたすら屋台を巡ってきます。なんか地元の人は屋台行かないっていうのも聞いたことあるけど、私はガリガリのギョリギョリの観光客なので、はい、楽しんできます。うわ、見えてきたぞ。うわ、もうやってる。混んでる。入れないかも。入れないですよね。入れますか？入れないですよね。入れますか？というわけで早速乾杯。こんなにも早い時間からどこも賑わってるからさ、もう正直ひよっちゃって、すごいね、人気なんだね、屋台ってね。というわけでおでん、私中学の時かな、お母ちゃんと博多に来たぶりなので、もうほとんどゼロベースなんです。なので正直屋台に興味津々で、1軒目のこちらの味あまり覚えておりません。だってこんな狭い空間である程度品数もあって、で洗い場、こりゃ文化だよねと、目に焼き付けなきゃねと、もう好奇心が止まらずとて挙動不審です。福岡の方です。観光です。私もです。どちらですか？東京です。埼玉です。鳥取砂丘まで行って、それから左会いに行ったら旅してるんですね。そうですね。目的はで、お隣の方も一人っぽかったので喋りかけてみたら、なんと車で九州を旅している方でね、たくさんと話し込んでしまいました。最後これも頼んだんだ、練り物で、また気温もベストだよね。この薄手のコートで外にいくらでも入れれる気温で、こんな屋台日和ありますかと。この黄色のニットどこのですかってインスタでとても聞かれたんですけど、ユニクロです。はい、というわけで、初手おでん始まりでした。ごちそうさまでした。はい、2軒目行ってみよう。ここはね、結構視聴者さんおすすめしてくださって、で何よりこのメニューが屋台の量じゃないのよ。ということで乾杯。こちらの HB メガメガしいのですが、メガじゃないっていうね、通常運転がこれみたい。視聴者さんにおすすめ聞いたら結構ここ言ってくださる方多くて、お邪魔して、でも混んでるって聞いて、でもギリギリ早めに来ようと思って気合い入れてきました。よかったです。ありがとうございます。下がったらマヨネーズつけて食べてください。はい。可愛いミッキーにしてくれたんですか？ちょっと崩れてます。愛感じます。愛感じます。こちらからしれんこんと明太子のコラボ、つまり熊本と福岡のコラボ、つまりくまモンと福岡のいるキャラ知らないなのコラボ。美味しいです。
でこの席は何といっても店員さんとおしゃべりもできるし、手元も見れるしで最高なお席でして、で超絶名物もちもち餃子、これみんな気づいた？さっき食べた梅ヶ枝餅とそっくりな佇まいではありませんか？そうなんです。そのあんこの部分が肉種となっているというダイソーカルチャーの商品でございますが、でも言ったらこれお餅だからさ、佐藤の鏡餅で言ったらこの4つで2つ分のお餅は消費しているということでね、とっても腹持ちの良い商品となっております。ドイツです。ドイツです。ドイツのどこですか？ドイツの南の方、シュツットガルト。私、去年、マルクス・オーバードイツ。マルクス・オーバード行けました。マルクス・オーバードが、入店の方ですね。そうです。日本語が上手です。もっと上手ならばよかった。いや、上手です。とっても上手。ハロー。ハロー。ドイツ人の何さんですか？モーリッツ。名前はモーリッツ。モーリッツさん。お願いします。くれますか？大将。はじめまして。あ、いいよ。いいですか？大将。中華柚子と大将来た。梅ソーダ。お邪魔しました。お邪魔しました。もう食べました。美味しかったです。また来ます。ルイ。また。さよなら。さよなら。ありがとうございます。3軒目はこちらです。雲仙雲仙、はい、乾杯。実は3軒目に目処をつけていたお店に振られてしまってここに来たわけなんですが、結局超良かったので、これもそれも運命ですね。ね、どこの屋台でもこの小さな箱の中でテキパキとさ、よく手が絡まらないなという感じなんですが、でこれはニンニク芽軟膏髄炒めですね。酒飲みは総じてニンニク芽が好きだと思ってるんですけど、どうかな。このコリコリ同士のコラボレーションとスタミナを感じております。旅するときは一人で、この間もネパールに行ったんですが、ネパール？はい。山とか登ってらっしゃるんですか？僕だけ登れません。カレーを食べに行きました。そっちの方ですね。そっちの方です。で、このお隣さんはなんと福岡で小学校の先生をやってらっしゃるということで、もう会話がほぼ学生と先生みたいな感じで、福岡の歴史とか文化なんかの話をしていただいてね、とても学びのあるお時間でして、で、はい。すみません、何ですか？これですか？椎茸。椎茸、椎茸ボイル。すごい。ね、すごいですね。思わず隣の外国人にも興味を持たれたこちらのホイル焼き。もうこれがね、シンプルイズベスト。もうこういうのがいっちゃいいんですっていう感じで、椎茸の出汁が染み渡ったスープがお酒に合うんだね。でこれに麺とかご飯入れてもらったりしても最高だなと思って、行くかどうしようか迷ったんですが、最後もう一軒行きたかったので今回は断念。隣の先生にもここは大当たりだよと太鼓判を押されたお店でした。で最後ここがね面白かったな、忘れられません。はい、こちらはなんと店主さんがワンオペをしていたというお店なんですけど、にもかかわらずこのメニュー数。乾杯。
でもワンオムペで絶対ドリンク作ってる暇なんてないから、この缶でね大当たりですよね。なんなら自分で取りに行きましょうかみたいな。はい、で、豚足です。私あんまり豚足って食べたことなかったんだけど、ここで豚足の美味しさに目覚めました。箸もあるし、なんならコンソもある、コンソもある、コンソもある、コンソもある。でこの感動はぜひ店主に伝えたいと思ったんだけど、何せ忙しそうだから様子を伺い満を持した豚足美味しいです。美味しい。美味しい？よかった。言いました。屋台一人飲み旅行記みたいなの取りようか。今日はここ4軒目です。4軒目。すごいね。そんな優しい博多弁で喋りかけてくださる店主ですが、もう手元は侍。タタタタタタっていうテロップが出そうなぐらいの素早さで料理を一心不乱に作る姿が本当に見ていて楽しかった。これぞ男飯。なんか私屋台のイメージっていうとそれこそおでんと豚骨ラーメンぐらいなのかなって思ってたら、今回どのお店もバランスよく違うジャンルをいただけたし、一つ一つのお店のカラーが違くて楽しいですね。あとはやっぱり人との会話を楽しむってのも醍醐味だと思うので、いろんな人に喋りかけて構ってもらえて嬉しい美味しい4軒でした。ということでここはこびない男の侍料理まみちゃんでした。はい、さあ大層素敵な屋台巡りでしたね。やっぱり何を食べるかっていうよりも本当どんな人と出会うかっていうのが醍醐味な感じの屋台巡りだったんですけど、いろんな博多の民と交流ができて心底満足でございます。皆さん本当にありがとうございます。今日はこの辺にして明日もまた美味しいもののために生きていきたいと思います。最後までありがとね。川でした。ここが川なんです。川からお届けしました。おやすみなさい。夜食カレーが無料でした。いただいて寝ることにしました。みんな今日も最後までありがとね。いい夢を見てください。それではじゃあのー。